私ジン苦手なんでとか僕ジン苦手なんでっていう人が嫌がる感じがない。勝負だね。一発これで勝負できる。あとすごいジンあるからプレゼントするよ。最高に合う。さあ、はいお疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日はマスターにぜひ飲んでほしいというオーストラリアのクラフトジンが届いています。グランダッドジャックス。グランダッドジャックス。はい。うん、かっこいい名前だね。オーストラリアのうんゴールドコーストというところで作っている、うんクラフトジン、プレミアムジンだそうです。オーストラリアのジンはうちは使ったことないな。制作者の祖父、うんこのジンを作った人のおじいちゃんのうん人生とか、うん家族の物語をもとに作られているんです。だからその名前がってこと？それともその物語が味に詰まってんのこれ？家族経営の小さな蒸留所で、ん日本でも数量限定で売られているジン。じゃあ本当にプレミアムクラフトジンだ。ちょっと値段も高いらしいんですけど、何十万ぐらいするの？何十万はしないです。じゃあ安いじゃん。そんなしなけりゃ。叩かれますよね。税込みで、うん9900円。おおいいね。500ミリだろこれだって。500ミリです。ちっちゃいもんなこのやつにな。少数精でうん少量生産で作ってるっていうことなので、じゃあこだわってるってことだね。はいかなりなかなかないよ。こういう感じでこだわってるジンっていうかさ。結構人気みたいで、うんなかなか手に入らないあ本当。らしいです。いやすごいじゃん。ここに3本あるって。マスターに、うんぜひこの味を、うん試してみてほしいとうんいうことで送ってくださってるあ本ので、当。今プレミアムジン、クラフトジン、本当種類多くなってきて、俺はもう全然わかんないのばっかだからさ、こういうのもいい機会っていうか、はいこうやってまあ自分の好みを探すっていうのもいいしね。まあなかなかこれ3本みんな買って好みを自分のっていうより、なんかちょっと参考にしてくれたらいいね。俺のなんかこうテストっていうの。じゃあどうしますか。どのジンからいきますか。緑のやつからいこうか。はい。うんこの緑のジンは、うんグリーンハウスジンうんというジンだそうです。グリーンハウスジン。これどういう意味なのこれ？グリーンハウスって。グリーンハウスジンはジャックが晩年に大切にしていた温室グリーンハウスから名付けられています。友人たちが集まり憩いの場となっていた暖かい空気感を表現した一本です。これはアルコールの度数が、少し低め、37.5%。まあジンのオーソドックスなアルコールにしたらちょっと低いかなって感じだもんな。はい、キュウリや柑橘、うんローズヒップなどの香りが特徴。おおそう、はいいろんなボタニカルを使ってるって感じなんだね。じゃあちょっとまずこれちょっとストレートではい。一回飲んでみようかな。このジンの飲み方として、ストレートっていうのも、一つおすすめではあるんですか。そうだよね。やっぱ冷えてるジンなんかはさ、はいキュッと喉で飲むって言ったら変だけどさ、ストレートで飲む人も多いし、大先輩はい。の年代だったらジンストって言ってたんだよ。ジンストレートですか。そうジンストって、へえ。飲み方でね。いただきます。よし。すごいね。柔らかさがあってちょっと私ジン苦手なんでとか僕ジン苦手なんでっていう人が嫌がる感じがない。甘いお酒じゃないからさ、熟成感とかある。ただすごく土台がしっかりしてるね味の。芳醇さがしっかりあって、そこにいろんなこう味わいがあって、一番俺が感じたのはメロンみたいな、あとスイカとかさ、はい。そういう感じの味わいがどっかにあるね。それがすごく非常に強く出てるね。面白いし、二口目の美味しい。ジュニパーペリーの強さみたいなそこまでないんだけど、やっぱしっかりどっかで感じることはあるんだけど。これがグリーンハウスジンです。青色のジンは、トゥーペンシルズジン。トゥーペンシル？はい。2本のペンなんだ。あ、それなんで2本のペンなの？幼いジャックが大きな鉛筆を半分に切り2本の鉛筆として売り生活の足しにしていたという実話から名付けられています。たくましさと生き抜くための知恵、その真の強さを表現した一本です。実話なんだ。はいじゃあ結構小さい頃苦労してるんだな。飲めないじゃん、じゃあこんなジン。申し訳なくて。はい。その魂が込められてますからね。そうだよな。は
宿ってるんだろ。はい、うんそう書いてあります。うん、じゃあちょっといい？はい、飲むよ。飲んでください。ジュニパーベリーのみうん、そうだな、もうほんとジンらしい香りだよ。を使用してるそうです。じゃあちょっといただきます。ジュース。ジンだね、これ。どっからどうやってもジンだね。いや、ほんとジンらしいジンだね。ただやっぱさっきと同様、はい、もうしっかりしてる。もう足腰がしっかりしてるって感じ。これはもう本当に、誰でも知ってるジンだと思う。なんかすごくシャープだね。余計なもん入れてないって感じ。この常温で飲んでもへこたれないっていうか、これベースのスピリッツって何なの？ブドウの皮、ブドウマルクって感じです。ブドウマルク。これは、要は漬け込む前の元になってるアルコール分がブドウの皮から作られてる。しっかりしてるなって印象は強いね。ありがとうございます。これがトゥーペンシルズジンでした。トゥーペンシルズ？トゥーペンシルズ。65マイルズジン。65マイル。はい。なんで65マイルズジン。65マイルズジンは14歳のジャックが片道65マイル約104キロを自転車で通勤していた実話から、その誠実さと不屈の精神を表現した一本です。いや、もう14歳で働いてたんだ。ジャックさん働いてたらしいですね。じゃあそのツーペンシルの話もそうだけど、子供の頃からずっと働いてるんじゃん。そうですね。多分本当にそのお孫さんたちはそのじいさんのことをめちゃくちゃ尊敬してるんでしょうね。そうだろうな、リスペクトしてる感じはすごいあるよな。そうですね。もうすごいよ、香りが。57%。キラッキラしてんじゃん。ほら。シナモン、クローブ、スターアニス、カルダモンなどのスパイス感が特徴です。シナモン系ので、まあ奥の方にはジュニパーベリーみたいなのあるけど、でももう強いね、これ。アルコールが強いね、まずね。ただ、飲み応え抜群だね、これ。オッテスト100OGジンズ。オーストラリアの、その年のオーストラリア産のジンの人気投票ランキングで4年連続1位を獲得してすごいね、やっぱりね。俺もこれが一番いいと思う。これが一番はっきりしてる。で、特徴があって、他のとは全く違うって感じだ。もうとにかく特徴的、そして主張もあるし、力強さ。これすごいね。勝負だね。一発これで勝負できる。変わったジンないですかなんて。ちょっとすごいジンあるからプレゼントするよって言われてもらったら、あ、すごいねっていう感じ。勝てる。これ一番俺好きだね。食べ物に合わせていくんだったら、おすすめの食べ物とかっていうのはあったりしますか？食べ物だ、もう俺はまあおすすめはもう本当それこそピクルス。あとはオリーブ、アーモンドとか、いやナッツの脂身みたいな、まあウイスキーでも合ったりもするわけじゃん、ナッツとかって。それと同じような感覚でアーモンドとか、そういうのかな、合うとしたら。美味しく飲むってどういうことかなっていう。で、俺が今ちょっと推奨するっていうかさ、このうちで有名なハパンコルクだよね、ちょっと形変わったんだけど、アスパラなんで、まあ何でもいいんだよ、ピクルス、キュウリのピクルスなんかでも、あとオリーブはどこでもね、手に入ると思うし、あとはもうこのミックスナッツだね、こういうオイリーなもの、オイリー食べ物に合わせてソーダ割り、ハパンコルク。これスイカだ。まずどれでも合う、ハパンコルクは。今度このちょっとピクルスいってみんで。
うまっ。多分水飲んでんだよな、合いすぎて。もう最高に合う。うん、珍しいだろ。珍しいですね、聞いたことないです。うん。ピクルスはもうこの2種類はめちゃくちゃ合うね。うん。まあオリーブは、うん。うん。オリーブは間違いないかも。ドレッドでもってことですか？うん、この、うん、オリーブの脂っこさ。だからやっぱそれなんか肉とかにも共通するっていうかさ、うん、だからこういうあとはそうなってくると、うん、アーモンドとかカシューナッツの油みたいな、うん、ジンをより美味しく飲む方法として食べ物に合わせるっていうのがあって、ミックスナッツ、オリーブ、ピクルス、合うね。あとハパンコルプのような、お小麦粉系の、まあそうだな。これはケムラハパンコルプはちょっとハーブが効いてるからさ、やっぱどっかしら合ってくれるんだよね。やっぱピクルスがこの2種類、もう抜群に合うね。だからジンを美味しく飲むっていうのはそうだね。やっぱ食べ物と合わせてほら飲むっていうのは一番いいと思うからさ、もう間違いないね。まあハパンコルプとナッツは、そうだね。まあウイスキーとかにも合うけど、ピクルスとかっておそらくだけどウイスキーには俺は合わないと思うの。だからやっぱジンってそういう飲み物だと思ってるからさ、オリーブとか、まあオリーブなんかだったらまあギリギリそうだな、ウイスキーなんかでも合うかもしれないけどさ、このジンってこのピクルスとの相性すごいからね。ものすごい合うね。食べ物に合わせていくのが楽しいし美味しいんじゃないかという。食べ物に合わせるっていうか、こんだけ相性のいい食べ物があるんだよって話だよな。すごいね。ステイバーチャンネル。このグランダッドジャックスはいかがでしたか？なんかやっぱり、厚みのあるジンだなっていうイメージだね。美味しかったですか？うまいよ。まあだからジンっていうのはさ、俺らにとったらやっぱなくてはならない酒の一つなんだけど、まあそれに付随してやっぱりカクテルとしても絶対必要なものなんだけどね、ベースとして。じゃなくてこう単体で楽しむジンっていうカテゴリーを考えた時にやっぱこれは素晴らしいジンだなと思ったね。日本では定期的な数量限定発売ということなので、興味がある方は概要欄などに書いておくので、ぜひ見ていただけたらなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。興味がある方はご自宅で適量を守って飲んでみてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ジョス。グランダッドジャックス104キロだろ、片道往復208キロ、チャリでだって前無理だろですぐやるんだな。多分ロードバイクとかじゃないでしょうし、てか出勤でしたとしても働けねえだろ65マイルズってすごいね。いやそれはもう名前につけてもおかしくねえな。素晴らしい。俺はちょっとこのジン美味しいと思ったね。